出会った犬がこれまでどんな環境で暮らしてきたのかはわかりません。人間にひどいことをされたかもしれません。また、飼われていたのに捨てられた場合もあります。そんな過去に深いトラウマを抱える出来事を経験してしまい、人間に対して恐怖を抱いてしまう犬は少なくないようです。そこで今回は保護された犬の2つのケースをお伝えします。犬はどんなに心を閉ざしていても本当は愛されたいと思っているのです。人に対して強い警戒心を抱き、怯え、自信をなくした犬たちを保護するスタッフは、犬の心を解きほぐそうと時間と忍耐をかけ、献身的な愛情を注ぎ続けます。施設に保護して601日経った犬が、初めてスタッフの手から直接おやつを食べました。共に長い旅を続けてきたスタッフにとって、その瞬間はかけがえのない喜びとなりました。イギリス・マンチェスターのウォースリーにある動物保護施設では、犬小屋を持たない環境での犬の保護と世話を特徴としています。自由な環境で仲間同士によるリハビリを行い、互いに自信を取り戻すよう働きかけることで、犬たちに新しい飼い主が決まる可能性を高めることが目的です。この施設はこれまでにもヨーロッパやイギリス全土で保護した多くの犬たちのリハビリを行ってきました。そして去年2月、ベティという犬が施設に保護されました。ベティは非常に警戒心が強く、人に怯えていました。過去にトラウマとなった出来事があったのかどうかは明らかにされていませんが、スタッフは今までに対応したどの保護犬よりも怯えきったベティに対し、時間をかけてゆっくりと接していくことを決めました。今年10月、ベティは施設で過ごして600日を迎えました。そして601日目となる10月16日、ベティは初めてスタッフの手から直接おやつを食べたのです。ベティが警戒しながらスタッフに向かって数歩を踏み出すも、ためらう仕草を見せたり、後ろに下がったりする様子を見せました。そんなベティに優しく声をかけ待つスタッフ。するとベティは再びスタッフのいる方へとゆっくり歩みを進めました。そしてスタッフが差し出した手からおやつを取ると、逃げるようにしてスタッフのそばを離れるベティ。この行為がベティにとってどれほど勇気がいることだったかは明らかでした。しかし自分のペースで恐怖を克服しようと頑張っているベティの姿を見たスタッフは感無量でした。ベティがおやつを手から取りました。彼女はこれまで他の犬がこのようにするのをただ座って何千回も見てきました。でも601日目にしてついに私たちのベティへの愛や優しさ、時間と忍耐が実を結んだのです。美しいベティ、これからも焦らずゆっくりやっていこうね。ベティは信じられないほど人に怯えて、これまで私たちが扱ったどの犬よりもリハビリに時間を要しました。ベティはとても頭が良くて可愛い犬です。私たちはどれだけの時間や忍耐を要しても、ベティのような健康な犬をこのまま終わらせてしまうことだけはできないという思いがありました。長い月日がかかりましたが、ベティは少しずつ変わりました。そしてついに信じられない瞬間を私たちは目にすることができたのです。一緒に旅を続けてきた私たちにとっても、少し自信を取り戻したベティの姿を目にすることは何よりの幸せです。勇気を出したベティを私たちはとても誇りに思います。と保護施設のスタッフはコメントしています。シェアされた動画を見た多くの人たちもベティの勇気に感動させられたようで、この先いい飼い主が見つかってほしい。どんな犬にも幸せになる権利はある。
よく頑張ったね、ベティ。自分のペースでゆっくりね、などというコメントが相次いでいるほか、保護犬のリハビリに真摯に取り組むスタッフにも称賛の声が寄せられています。人に対する恐怖心を持ちながらも、ゆっくりと時間をかけて接してきたスタッフたちの愛情と優しさが伝わって本当に良かったです。完全に心を開いて人に甘えることができる日も近そうですね。また、ルーマニアの路上に捨てられていたその犬は、女性が車を止めると近づいてきました。ところが、女性が車を降りると、怯え、悲しい泣き声で泣いていました。過去にトラウマになるようなひどい扱いを受けたのかもしれません。それでも女性は根気強く接し続けたところ、犬は女性に触れられることを許しました。躊躇しながらも女性のそばから離れようとしない犬。本当は愛されたかったし、愛したかったのです。できることなら再び人間を信じたかったのでしょう。そのことを悟った女性は車に乗せて保護することにしました。その頃にはもう犬は女性の顔を舐めていました。ルーマニアのブカレストにある非営利動物救済団体のメンバーであるジョージアナ・ネヤーグさんは、ある日車で道路を走行中、一匹の犬を発見しました。道路脇にいたその犬はジョージアナさんが車を止めると近づいてきました。しかし、車から降りたジョージアナさんが犬に近づこうとすると、頭を低くして高い怯えの声を出し、人間への恐怖をむき出しにしました。これまで多くの犬を保護してきたジョージアナさんは、その犬がかつて人間にひどい扱いを受け、大きなトラウマを抱えていることを悟りました。犬の恐怖心を解くために根気強く接し続けたところ、やがて犬はジョージアナさんに触れられることを許しました。頭を優しく撫でてやるうちに、ジョージアナさんは犬が再び人を信じたい、愛されたいという気持ちがあるけれども、躊躇していることに気づきました。しばらく撫でてから車の中に保護すると、犬はすでに心を開いていました。救ってくれてありがとうとお礼を言うかのように、ジョージアナさんの顔を舐め始めました。ジョージアナさんは連れ帰った犬をパウラと名付けました。この子を見たとき、家に連れて帰ってあげなければとすぐに思いました。すべての傷ついた心を癒すことができるのは、何と言っても無条件の愛です。パウラは私の腕の中を安全と学んだようです。なぜパウラがあそこにいたのかはわかりません。でも今はっきりとわかっているのは、この子の未来は明るいということです。とジョージアナさんは話しています。その後の獣医の検査結果によると、パウラは生後11ヶ月ほどだったようです。現在はジョージアナさんの下で一緒に暮らしているパウラですが、そう遠くない将来に永遠の家を見つける予定だそうです。パウラがどのような経緯で道端にいたのかはわかりませんが、人間の愛情や優しさを知っていたのでしょう。だからこそ再び愛されたいと思っていたのですね。そんなパウラのことを理解してくれたジョージアナさんに出会えて本当に良かったですね。パウラを生涯愛してくれる家族に出会えるといいですね。私たちにたくさんの癒しと愛情を与えてくれる犬ですが、世界中には今回お伝えしたような犬がたくさんいます。辛い思いをしても犬は人間を恨んだりはしません。人間に愛され優しくしてほしいと願っているのです。犬を家族に迎えたら最後まで責任持って世話をし、たくさんの愛情を注いでほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。